さあやってまいりました。パブリックテストバージョン、リワークから4年の時を経て再びリワークの時を迎えたフレディ・クルーガーさんです。よろしくお願いします。で、今日はですね、PTB の試合で、カスタムでだいぶ触ってみて3時間ぐらい触ったかな。で、サバイバーでも顔芸さんにキラやってもらって3、4戦対戦してもらって、新しくなったフレディの今のところの感想を今回はお話ししていく動画にしようと思います。で、後ろの試合はちょうどいい尺でちょうどよく強さも弱さも見える試合が取れたので流していこうと思います。気になる方は僕の話を聞いた後でも見返していただくといいかなと思うんですが、まず最初に総評をしておきます。今のフレディよりは、確実に強くなりました。かなり操作感としては改善しているかな。で、コンセプトとしてもサバイバーはしっかり目覚めなきゃいけないっていう点で、かなり原作通りな感じがして、その点もすごく僕はいいなと思ってる点ですね。はい。で、まだね分かってないこともいろいろあるので、現時点でのあくまで評価という感じではあるんですけど、僕の今のところの評価は今のフレディよりは確実に強くなってます。ただ、上位層に入るほど強いキラーかと言われるとそこまでではないかなっていう感じで、今回の運営の調整意図的にも、時代に追いついてないから強化をしたいけど壊れるような調整は避けたいみたいな意図があったと思うので、そこから照らすと、目的は達しているのかなっていう気はするんですけど、ただフレディの使用率がこれで上がるかって言われると、変更入って一時期はなんか変わったから使ってみるかって人が出そうではあるんだけど、その後使い続ける人が増えるかって言われると、今でもフレディ好きで使ってる人ぐらいになるんじゃないかなっていう感じもする。なので、僕の主観としてはもう一歩だけ少し強化調整入れてあげてもいいんじゃないかなって思ってるのが今のところの感想ですかね。で、改めて一つ一つ能力についてお話をしていこうと思うんですが、まず一番良くなったのはドリームスネアだね。ここまでのチェイスでもガンガン使っていると思うんですけど、ドリームスネアが床設置型ではなくて床を這う感じの発射型のスネアになりましたと。で、これがねクールタイム5秒で、かつ撃つ時にフレディ減速なしでポンポン撃てるんで、かなり使い勝手が良くなりました。一発当ててまたクールタイム上げたらすぐ撃てる、こんな感じね。で、当たると減速が3秒間入るので、かなり当て続ければチェイスは優位に運べる能力かなと思います。ただ、鈍速度合いがクールタイムが短い分今までより少し弱くなって、12% かなになったんでですね、キラー目線そんなに効いてる感じがあんまないっていうのが正直な感想かな。ただこの鈍速時間を3秒から4秒に伸ばすアドオンとかもあるので、それを使ってクールタイム5秒開けたら一発当てて、クールタイム5秒開けたら一発当ててっていうのを繰り返せば、結構な時間鈍速にし続けることができるんで、そういう運用ができればかなりいい能力かなと思いましたと。で、あとは当てるのそんなに難しくないんで、今起きてるサバイバーを速攻でこのスネア当てて寝させるみたいなのも、運用としては大事になってくるので、その点でも当てやすいのはとてもいいことかなと思うんですよ。で、次、このドリームパレットをですね、ドリームパレットについては正直ちょっと調整不足感が否めないかなと思います。で、ドリームパレットは今までと違って、サバイバーが倒した時になんと当たり判定が出るようになってですね、周年イベントの時と同じだね。倒したら壊れるんだけど当たったらスタンするっていうドリパレになったんで、なんか何もないところに板生成するんだけどフレディ読み合いで突っ込めないっていう感じになっちゃって、まずそれが一つ弱い点で、もう一つは、サバイバーが起きてようと寝てようとドリームパレット見えます。で、そして見え方もどう見えるかというと、もうこのフレディから見てるオレンジ色のまんま血だらだら垂れてるパレットのまんまで見えるんで、めっちゃ分かりやすいです。偽板なんで、サバイバーからすると偽板見つけたらただそこを使わずに離れればいいだけっていう感じになるんで、
新しくね、偽板爆発させて周囲にダメージみたいな能力も追加されたんだけど、そもそも偽板見たらバレちゃうんで近寄ってくれないですね。その板を使って板苦しようなんていう思考にならないんで、もうちょっとそれが調整不足かなと思いましたね。常に見分けられないとさすがに強いかなっていう気がするのは分からんでもないんで、今までと同じでいいんじゃないかな。そこは目覚めてる時は板がないで、寝てる時は通常の板と同じように見えるでいいんじゃないかなと思うんですけどね。強すぎるっていう判断でこうなったのかな。今のままだとドリームパレットは正直ほとんど使わないかな。普通にチェイスしててもずっとスネア打ち続けるんで、パレットの能力に切り替える暇もないって感じで、ちょっとこのままだとせっかく切り替えれるようになったのに利用価値がない能力になっちゃってるなっていう感じなんで、もう少しドリパレについては調整してほしいなっていうのが今のところの正直な感想ですね。で、3つ目、ドリームプロジェクション、ワープ能力なんですけど、これは良くなった点ともうちょっとかなっていう点がどっちもあってですね、良くなったのは、ワープ時間が短くなったところだね。4秒間ワープにかかってたところが 2.5 秒でワープできるようになったんで、今回積んでないんだけど、マイブレとか持ってると発電機やってる人がかなりチェイスの時に距離離れづらくなった。ただワープした後に向いてる方向が、ハグとかと違って分かりづらいっていうのがちょっと難しいところではあるんですけど、距離が離れづらくなったのはいいことだなと思います。で、逆に良くないところはやっぱこのワープキャンセルができないところだね。クールタイムが短くなったともすごくいい点で、30秒に1回飛べるのはとてもいいことなんですけど、どうしてもねこのワープキャンセルができなくなっちゃったんで、もう確実にここに飛びたいっていう時にしか使えない能力になっていて、釣った後にイタチ入れに行くみたいな運用とか、チェイス中にちょっとこれ厳しいから、イラプ入れに戻ろうみたいな時には全然いい能力だと思うんですけど、ちょっとこう使い勝手の悪さをこのキャンセルできないことに感じるかなっていうのが正直な感想ですかね。で、あとは、寝てる状態で回復してるサバイバーには飛べるっていう能力が追加されたと思うんですが、こっちに関してはねサバイバーが対策分かってるかどうかっていう話なんで、寝たまま危険な状態の人が回復してその人のところに飛べるなんてことはまずないので、基本的には飛べるような通知が来たとしても、それはそのサバイバーがまだ釣り数に余裕があって、誘ってる回復の時ぐらいかなっていう感じなので、そこはなんかこうサバイバーにワープする機能というよりは、位置把握できたらラッキーぐらいで思っとくのがいいのかなと思いますね。メインの使い方としてはサバイバーがちゃんと目覚めに行ってから回復しないといけないっていう一手間加えさせる遅延能力なのかなっていうイメージですかね。なんでここに関してはあんまり気にしなくていいかな多分。そうそう試合中にサバイバーに飛べる機会は多くないです。っていうところがドリームプロジェクションに対する感想かな。はい。でというわけでアドオン自体はね、結構面白いというか使い勝手の良さそうなものが多くて、複数この組み合わせ良さそうだなみたいな組み合わせはすでに見えてるので、全然悪くないのかなと思うんですけど、今言ってたところでどっかしら1箇所でももうちょっと強化調整入れてくれるといい感じなんじゃないかなって思うんですけどね。で、強さとしては全然戦えるんだけど、やっぱり板に対してあんまり強く出れない徒歩って感じなので、どうしても広いマップ、板強いマップはきついシーンが多いかな。このスネアで追いつけるような板グルだったらそれは強いんですけど、なんだかんだ減速度合いがそんなに大きくなくて、板グル中に当たっても全然板間に合っちゃうみたいなことが多いんですね。そこがちょっと難しい点かなと思いました。はい。でというわけで、サバイバーで対戦してみた動画も明日かな、ちょっと続きで出そうとは思うんですけど、一旦僕のフレディ使ってみた感想はこんなところ。改めてまとめると間違いなく強くはなっているし、面白い能力だなっていう点も増えてはいるので、今フレディを使ってる人からすると、ありがたい調整っていうのも結構多いと思うんですけど、これとかおもろいよね。
スネ当てて窓間に合わなくさせて板行かせて、で余裕ない状態だと偽板は見分けづらいんで爆発で倒すみたいな、まあこれはたまたまうまくはまったシーンでしょうね。まあ、こういう面白いとこ増えたんで、すでにフレディ使ってる人はすごい嬉しい調整かなって思うんですけど、まあ、変更が入った直後は多分使用率少し上がると思われるものの、まあめちゃくちゃフレディ使う人が増えるような調整ではないかなって思うんで、まあ一旦使用率上がるようにもう少し強くしてもいいんじゃないかなと、まあ、僕は思うんですが、運営さん的にはまあ壊れない程度の調整で時代に追いつけるようにしたいっていうのが意図だと思うので、まあ、その視点だと正しいような気もするしっていうのがまあ今のところのまあ、総評って感じかな。まあ、ちょっと話を聞き流しながらだとこの試合あんまり見れてないかもしれないので、皆さんの感想もね改めて試合を見返してもらってコメントしてくれると嬉しいなと思うんですが、どう思ったでしょうか。もしくは PTB プレイされた方に関しては実際対戦してみて使ってみてこう思ったよみたいなことも、教えてくれると嬉しいです。はい、それではちょっと残りラストほんのちょっとですけど、まあ、この辺の板繰りの使い勝手とかもね、見ていっていただければと思います。じゃあまた明日のサバイバー動画でお会いしましょう。いや無理だな。板繰りなんとか解決できないかな。あ、レッドハードある。よいしょ。って感じやな。あ、回復クソ早いってことは注射器か。